16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。では今回はウォーターベッドシリーズの第1回目ですね。今日はウォーターベッドの種類と調節っていう基本の基本を勉強したいと思います。ウォーターベッドに興味を持っている人、これからウォーターベッドも選択肢の一つとして購入を考えている方、現在も使っている方、いろんな目的で見ていただけると思うんですけど、改めてこの第1回目からしっかりと学んでいきましょう。ではですね、まずこのウォーターベッドの少し歴史というところについてお話をしたいと思うんですが、ウォーターベッドまずどんなイメージですか？はい、マットレスの中が水で満たされているマットレスっていう感じですかね。こんなポチャンポチャンポチャンっていう感じですかね、イメージとしてはね。まさにその通りです。もちろん入れ物に水だけ入ってたらこれ漏れちゃいますから、当然ベッドの木の枠の中にこう、バッグ、ビニールのバッグがあって、その中にお水が満たされてるっていう、そんなイメージ持つ方が多いと思います。で、その通りなんですが、それに限らず近年ではさまざまな形のものが出ていて、用途、機能、いろいろ進化しているようなんですよ。そんなところも含めてお話しします。まず歴史ですが、いつ頃から使われているイメージあります？100年前とか。そんなに前じゃないかなと思うんですけど、2、30年前とかなんですかね。そうですか。これですね、確かに日本でも人気が出て、皆さんがウォーターベッドを知るようになったのは30年ぐらい前なんですが、実はもっともっと歴史が深くて、1851年、記念すべき第1回目のこのウォーターベッドの研究っていうのは行われていて、赤ちゃんがお母さんのお腹の中の羊水、この中にポチャンポチャンと浮かんでる、これをまずイメージに作られたそうなんです。その目的はというと、医療機関の方で高齢者の床ずれ、これを治すための治療の一つとして研究されたようなんですね。床ずれって聞いたことありますか？はい、あります。硬い敷物に腰や背中が当たって痛くなるんですよね。そうですね。今おっしゃったように、硬い敷物の上だからこそ、お尻の仙骨という骨と硬いベッドの表面が擦れ合って床がずれて床ずれ、潰瘍って言って皮膚がめくれて痛いっていうものができてしまうんですね。この床ずれはもちろん何百年前からあったわけですけど、それを解消するために何か柔らかいもので寝るところを作ろう、それが水だったわけです。そこでウォーターベッドとなりました。もうちょっと、歴史を新しい方向に向けてみると、1960年代70年代、アメリカの西海岸、ベイエリア、今でいうシリコンバレーですよ。あの辺りに非常にこのウォーターベッドの発祥のルーツがあってですね、当時ヒッピーってわかります？はい、長い髪型で独特なその格好をした若者です、ね、若者たちですよね。今でもなんかちょっと昔の雑誌見るとヒッピーが載ってたりしますけど、まさにそのおっしゃるヒッピー、実はこの人たちって、少し反戦意識を持った頭脳の IQ の高い、勉強のできる優秀な人たちがヒッピーというふうに呼ばれていたんですが、その人たちがこの西海岸の大学、カリフォルニア州とかの大学で、大学の校内でフェスティバル、お祭りの時に水を入れたバッグに人を寝かせてウォーターベッドだみたいなことで展示してたそうなんですよ。まさにそんなところにね、ルーツがあるなんて思いもよらないですけど、そういう時代があったそうです。その後富裕層を中心にどんどんこのウォーターベッドっていうのは普及され、もう本当に多くの人たちに、アメリカ人3人に1人とか6人に1人は使ってたんじゃないかって言われるぐらい多くの人に使われてたそうなんですよ。今の日本でいうと、いや今じゃないな、昭和の日本で言ったらお布団屋さんってあったじゃないですか。はい、お布団を打ち直したりして、新しくお布団をいつも清潔な綺麗ないい快適な状態に、
メンテナンスするお布団屋さん、あの感覚がアメリカでいうとウォーターベッド屋さんなんですよ。街に1個ねウォーターベッド屋さんあってそうなんですよ。身近なものね、身近なものですよね。ウォーターベッドっていうのは買って終わりではなくてメンテナンスが必要だった。だから今でいうお布団の打ち直しと同じようにウォーターベッドもメンテナンスするためにウォーターベッド屋さんが街に1軒あったそうなんですね。いかにポピュラーな人気の商品だったかが伺われます。そしてそれがまた遅れて日本に入ってきて1970年80年頃非常に日本でも注目を浴びて多くの人がウォーターベッドを使っていました。ただ、そこからいろいろな事情があってどうしてもこのウォーターベッドっていうのは少し現代になってだんだん少し使う人が少なくなって廃れてしまったっていうのが事実ですが、一方でもうウォーターベッドしか寝れないっていう方もいらっしゃるそうで、そういう人たちは何十年もずっとウォーターベッドを使っているっていう方もいるそうです。私のこの情報はライフベタープランニングのお塚社長という実はこの人日本のウォーターベッド第一人者と呼んでも過言ではないぐらいウォーターベッドに詳しい方なんですが、その方にいろいろなお話を伺いこの第5回のシリーズも作ってまいりましたので、その方にちょっと敬意を払うということで、お名前もご紹介させていただきました。では具体的にウォーターベッドの種類に入っていきます。非常にこのベッド複雑なんですがとってもシンプルに解説するとこんな感じ。ウォーターベッドの浮力を利用して、大きく分けると今2つのタイプがあります。ハードタイプ、正式に言うとハードサイドタイプ。サイドってどこですか？外枠ですか？そうですそうです。外枠がハードなタイプと外枠がソフトなタイプ、ソフトサイドタイプ。はい、言ってみてください。ハードサイドタイプとソフトサイドタイプ。そうです、その通りです。簡単に言うとハードとソフトっていうことなんですが、どこがハードなのって思っちゃうから、このおっしゃっていただいたサイドがハードな状態。例えば木のフレーム、こういった硬い枠の中にビニールのバッグ、ビニール製のバッグが入っていて、この中に水が満たされている。だからもう本当にぽちゃんぽちゃん、後で実際実物見せますけど、ぽちゃんぽちゃん浮力に浮くような形ですね。はい。一方で、もう一つソフトサイドタイプは周りの方がソフトなわけです。例えば、同じようにビニールのバッグはあるんですが、ビニールバッグあるものないものありますが、側地といってウレタンなどで包まれているんですよ。その周りに硬いものがないからソフトサイドなわけですね。そのソフトサイドの中に、入っているのがお水のみではなくプラスチックのコイルやファイバー、イメージできます？はい。プラスチックのコイルってコイルベッドのコイル、はい、あれが金属でできてるんではなくてプラスチックでできてるんですよ。はい。このプラスチックコイル、お塚さんは濡れたコイルなんていうふうに呼んでいましたが、金属だと錆びちゃいますから、そこはプラスチック製でできたコイルなわけですね。こういうものが入っていたり、あとファイバーって繊維が埋め込まれたような、そんな感じですよね。まさにそのファイバーが入って、水とともに満たされている。こうなってくると、いわゆるコイルベッドと水だけのベッドの中間的な位置になってきますね。はい。なぜこのような中身が必要なのか、ここがとっても大事なポイントです。水はですね、浮力に浮くためには、例えば40、50キロの体重から80、90、100キロのいろんな体格の方が寝るわけですから、それ相応の浮力が必要になる。浮力とは水の深さ、どれだけこの水の深さが必要かっていうことが、言ってみればたっぷりしたお水が必要なわけです。その分どんどん水だから重くなるじゃないですか。思い浮かべてください。ペットボトル、2リットルのペットボトル3本5本
買ったらどうです？買い物の帰りすっごい重くないですか？深いですね。あれの何十倍何百倍のお水が入ってるわけですよ。とてもじゃないけど持てないような重さになるわけです。はい、いいですか？この深さが大事。水の深さがないと十分人が浮かぶだけのこの水の量が確保できないので、深くすることがどうしても必須条件だったわけです。一方こちらソフトタイプになってくると、コイルやファイバーを入れることで浮力の調節ができるようになってくるので、そこまで水の量がたくさんはいらなくなった。そこで水の深さを浅くすることができるようになったわけです。当然重さも変わってきます。ということでハードタイプとソフトタイプ、要は昔はお水だけだったんだけど、こういったソフトサイドタイプ、私から言えばウォーターベッドのちょっとハイブリッド版みたいなイメージなんですが、単に水だけではないタイプのものが出てきたと。この2種類含めていわゆるウォーターベッドと呼ばれていますので、皆さんこういった別の形のものがあるんだっていう認識をまず持ってこれからのシリーズを聞いてください。今回のウォーターベッドの種類分かっていただけましたか？はい、2種類あるなんて知らなかったですね。まずはここをしっかり踏まえ、次の第2回は石器外科医として私が感じるウォーターベッドのメリットデメリットに進んでまいりたいと思います。ぜひ2回目も見てくださいね。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。